この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日はパワー半導体製造の後工程を見るために山梨にあるシーマ電子にやってきました。前回東芝デバイス&ストレージの加賀工場に訪問してパワー半導体製造の前工程の部分を見てきました。この工程は主にパワー半導体のパッケージの中に入っているチップを作るための工程です。今回見ていくのは後工程といって完成した半導体のチップを実際の製品で見かけるパッケージの形にしていく工程を見ていきます。シーマ電子は主に半導体の試作評価を売りにしている会社です。その中でもパワー半導体の後工程部分がどのように行われているかというのを今回特別に見せてもらえることになりました。というわけで実際にパワー半導体の後工程を見ていくのですが、その前にスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB がおすすめです。最近特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいとのことです。中国で非常に大規模で作っているので価格はかなり安いです。6層 100×100mm 基板で5枚35ドル。高密度設計で必須となるパッドオンビアが最近無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひ色々と試してみてください。ここに半導体の工場で前工程を通ったウェハーがあります。ウェハー上にはすでにデバイスが出来上がっている状態です。このウェハーに色々な加工をしていくことで後工程が進んでいきます。その加工というのはバックグラインド、ダイシング、ダイアタッチ、ワイヤーボンディング、樹脂封止、固変化です。今回見ていくパワー半導体の後工程なんですけども、量産品とは違って少ない数量の試作品です。なので手作業でやる工程が多くなっています。なので半導体製造装置というブラックボックスの中で何が行われているのかというのが実際に見てわかるようになっています。半導体の後工程はウェハーの裏面を研磨するところから始まります。これをバックグラインドと呼びます。研磨を始める前にまずはウェハーにですね、バックグラインドテープを貼り付けます。この装置を使います。これはウェハー状に作った回路を吸着して固定するためのものです。こうすることで研磨するときに発生する削りカスなどから回路を守ります。こんな感じで貼り付けていきます。こちらのテープの粘着力を発揮するために紫外線硬化型粘着剤を使っていて、バックグラインドが終了した後は紫外線を照射して剥がします。ちなみにこちらのテープを貼って剥がす工程というのは量産品の場合は全て自動で行うのが一般的です。バックグラインドテープを貼り付け終わったら次は実際にウェハーの裏面を削っていきます。インゴットから削り出したウェハーの厚みは8インチウェハーだと725マイクロメートル程度です。半導体の種類によって削った後の厚みというのは変わってくるんですけども、例えばパワー半導体ですと100マイクロメートル程度、メモリとかの場合はさらに薄く削ります。ウェハーは薄くなってくるとチップが割れるリスクがあるので取り扱いには十分注意します。では実際にやっていきます。このウェハーをセットして、で、これですね。この中にさらにセットいくと。これであとは自動的にバックグラインドが始まります。バックグラインド工程としては粗削り、本削り、洗浄の3ステップです。粗削りで大体の寸法まで削ったら本削りで狙った厚みまで研磨していきます。その後洗浄します。加工時間は条件などによって色々変わるんですけども、だいたい数十分程度で終わります。実際にバックグラインド装置の中を見るとこのようになっています。ここがウェハーを削る部分です。この中に砥石が入っています。砥石もこんな感じの見た目をしています。削るのが完了した後は洗浄されて出てきます。で、削った後のウェハーの裏面はこんな感じになっています。ちょうど研磨が終わったので装置を出して結構薄くなってるんでね、慎重に取り扱います。このようになっています。削ると言っていますが、実際は研磨に近いので、この表面部分はですね、結構ツルツルしています。この表面の粗さはこの後の工程で出てくるリードフレームへの接合であったり、信頼性に関わってきます。バックグラインドが終わったウェハーがこちらにあるんですけども、ここまで来たら次の工程のダイシングに移ります。ダイシング工程というのはウェハーをダイと呼ばれるチップ状に一つ一つ分割、切断する工程のことです。ダイシングを始める前に今度はダイシングテープというのをウェハーに貼り付けていきます。なんですけども、さらにその前に先ほど貼り付けたバックグラインドテープに紫外線を当てて粘着を弱めていきます。これは剥がしやすくするためですね。こちらにある装置なんですけども、ここにですね、
こんな感じで入れていって、あとは閉じると。これで紫外線の照射が始まってテープが剥がしやすくなります。バックグラインドテープに紫外線を照射し終わりました。ここからダイシングテープを貼り付けていきます。先ほどテープの種類は変えてあるんですけども、同じ装置にですね、こんな感じで置いて、あとはテープを貼り付けていきます。こんな感じでダイシングテープを貼り付けました。ここからですね、先ほど貼り付けたバックグラインドテープを剥がしていきます。こんな感じでですね、紫外線を照射したので粘着力かなり弱くなっています。綺麗に剥がれます。ここまで終わったら次のダイシングに進んでいきます。ダイシングはこちらの装置を使ってやっていきます。中にこんな形状の極薄の砥石ブレードが入っていて、それを高速で回転させてウエハーに当てて切断します。こちらですね、見てみると本当に薄いんですね。これは塗料として人工ダイヤモンドを使っているものです。基本的に水を吹き付けながら一直線に切断していきます。ダイシングの時に気をつけなければいけないのがチッピングです。チッピングというのはシリコンチップの端の部分に欠けや割れが発生する現象のことです。チッピングが発生すると完成した半導体の電気的特性が悪くなったり、機械的強度が低下し、信頼性に大きく影響します。量産時ではぶどまりが悪くなります。チッピングは砥石の流形や切削条件、テープにも関係はありますが、シリコン自体が脆い材料のため、ちょっとしたことが原因で欠けなどが起こります。こういうのがチッピングなんですね。なのでブレードの回転速度とか移動速度とか、そのあたりに色々ノウハウがあります。こちらがダイシングが終わった後のウェハーです。切り出したチップはダイシングテープに貼り付いたままです。こんな感じですね。わかりますか？次はダイシングテープからチップを取り外してリードフレームや基板などに実装する工程に入ります。この工程はダイアダッチとかダイボンディングと呼ばれています。今こちらに手に持っているのは TO247 パッケージのリードフレームです。このパワー半導体の足の部分に見覚えがあるかと思います。実際にですね、パワー半導体が乗るのはここのダイパッドと呼ばれる平らな部分です。つなげる材料は目的によって変わるのですが、板ハンダであったり、こういったペーストハンダ、消結剤なんかを使います。大体のパワー半導体はこのダイパッドの部分にドレインかコレクターがつながっています。こちらのダイシング後のウエハーなんですけども、このウエハーにハンダはくっつかないので、本来であればバックグライン後にウエハーへハンダとの接続のために金属を精膜します。これはバックメタルというものですね。ダイボンディングの工程なんですけども、リードフレーム、ハンダ、バックメタル済みのチップの順番で置いていって加熱するとダイボンディングの完成です。では実際にこちらの機材を使いながら手順を見ていきます。まずペーストハンダを使う場合を紹介していきます。こちらのペーストハンダの印刷装置で手作業でペーストハンダをリードフレームに印刷していきます。少量多品種の試作だからこそこういったものを使っています。このようにステンシルにペーストハンダを乗せてヘラを使ってリードフレームにペーストハンダを印刷していきます。この辺りはプリント基板へのペーストハンダを印刷する工程とほとんど同じですね。ちなみに今回は撮影の都合上クリーンルームの外でこの工程をやっています。こちらがペーストハンダの印刷が終わったリードフレームです。この後はダイボンダーという装置を使ってチップを乗せていきます。こちらがダイボンダーを使ってチップを乗せている風景です。使っているパッケージは全く異なるのですが、ダイシングした後のチップを機械の先端で吸着して基板やリードフレームの上に乗せていきます。手動でやるとこんな感じです。ペーストハンダ印刷済みの TO247 パッケージの上にチップを乗せていきます。手動の場合はかなり注意深く、そして丁寧な作業が要求されます。リードフレームの上にハンダとチップを乗せ終わりました。この後はリフロールを通してハンダを溶かしてチップとダイパッドを接合します。では流していきましょう。こんな感じでね、流していきます。ちなみにリフロールの内部は窒素雰囲気です。この辺りもプリント基板と同じですね。こんな感じでリフロールからチップ接合済みのリードフレームが出てきました。よくくっついていると思います。なんですけども、こちらにはまだフラックスが残っている状態です。
このまま次の工程に行くとフラックスが原因で不具合等が出てしまいます。フラックスを除去するために洗浄の工程に行きたいのですが、その前にリフロー工程についてもう少し補足していきます。今見てきたやり方はフラックスが含まれたペーストハンダを使っています。フラックスが含まれているとチップの接合部分にボイドと呼ばれるハンダで接合されていない空洞ができます。なぜボイドができるかというと、フラックスがリフロー炉内で加熱されるとフラックスの溶剤が蒸発してガスが発生します。ガスがハンダの溶けているところに巻き込まれるとボイドができます。ボイドができてしまうとチップからリードフレームへの放熱経路が小さくなり、うまく放熱ができませんし、接合強度も低くなってしまいます。その結果、信頼性が低下することになります。じゃあフラックスを使わなければいいじゃんと思うかもしれないんですけども、そういうわけにもいきません。これはフラックスを使わないと金属表面の酸化膜が除去できずに、リードフレームとチップの接合強度が低下するからです。なのでこれらの問題を解決するチップの自走方法として偽酸リフローがあります。ここだとちょっと説明できないので場所を変えて説明していきます。クリーンルーム内に移動してきました。偽酸リフローはフラックスを使わないでハンダ接合をする方法です。酸化膜や酸化した金属を還元するためのフラックスが不要になります。使うハンダもペーストハンダからペレット状のハンダになります。偽酸リフローですとフラックス由来のボイドがゼロになって、ボイド自体の発生を抑えた接合ができるようになります。特にパワー半導体の場合、チップで発生した熱を効率よくリードフレームに逃がしていく必要があります。ボイドがあると放熱性が悪くなるため、ボイドの少ない接合が求められます。偽酸リフローを実際にやってみるとこんな感じです。専用の装置の中で偽酸雰囲気を保ちながら加熱していきます。偽酸リフローが完了したものがこちらです。フラックスを使っていませんが、ハンダがよく濡れ広がっていますね。リフローハンダの時にあったようなフラックス残差もありません。話が少し膨らんでしまいましたが、リフローが終わったもののフラックスを除去していきます。フラックスを除去する方法はいろいろあるんですけども、今回は洗浄液を使った方法をやります。こちらのジグに先ほどですね、リフロールを通したリードフレームを入れていきます。先ほどセットしたものをこの洗浄装置の前に持ってきました。この蓋を開けるとこんな感じでですね、中でグツグツしているんですけども、このようにジャボンと入れてしまいます。この洗浄についてなんですけども、薬液の種類であったり浸す時間とか温度によって洗浄の度合いが変わってきます。だいたい数十分から数時間程度このようにしてフラックスを除去していきます。こちらの薬液を使った洗浄が終わりましたので、この薬液をですね、落としていきます。リンスっていうやつですね。こういう風に開けて、薬液が入ったものがあるんですけども、こちらに入れて、ジャボンと。こんな感じでリンスしていきます。1回目のリンスが終わったんですけども、2回目のリンスもあります。こんな感じでですね、よく水を切って、そして次のリンスの層へ入れていきます。2回目のリンスが終わった後に乾燥させれば次の工程に進むことができます。次はワイヤーボンディングの工程です。これはパワー半導体のチップと外部電極をワイヤーで電気的に接続する工程です。ダイヤタッチで接続していなかった残りのゲート端子とソースエミッタ端子をつないでいきます。ワイヤーボンディングにはボールボンディングとウェッジボンディングという方法があります。ボールボンディングはワイヤーの直径数十マイクロメートル程度で金、銀、銅のワイヤーが使われます。ボールボンディングなんですけども、ロジック系の IC でよく使われますね。次にウェッジボンディングなんですけども、これはアルミワイヤーであったり銅ワイヤーがよく使われます。ワイヤーの直径なんですけども、ボールボンディングと違って結構太いんですね。一番太いと500マイクロメートル程度あります。パワー半導体の場合は大電流が流れるので、ワイヤー直径の太いウェッジボンディングを使うんですね。で、この後ろにあるのがウェッジボンディングの装置です。今回のウェッジボンディングの場合ですと、アルミワイヤーに荷重をかけつつ超音波を引火してワイヤーを接合していきます。半導体チップの電極とリードフレームをワイヤーでつないでいってます。これは動画撮影のために速度をかなり遅くしたセッティングで動作しています。量産ラインのウェッジボンディングの場合はもっと早く動くそうです。
ウェッジボンディングが終わったものがこちらにあります。ここまで来てようやくパワー半導体らしい形になってきました。このボンディングが終わった後、一旦外観検査に入って、その後モールド工程に進みます。せっかくなのでボールボンディングも見せてもらいました。金のワイヤーを使っています。先ほどのウェッジボンディングと比べるとだいぶ高速に動いていますね。こちらにワイヤーボンディングまで終わったものがありますが、この後の工程に入る前に一度プラズマでクリーニングします。この後の工程はモールド風刺なんですけども、その前にプラズマでクリーニングすることで樹脂とリードフレームの密着性を向上させるためにやります。これをこんな感じで開けて、これをね、中に入れていきます。これやるときなんですけど、結構丁寧に置いてきます。パッて離してですね、地面にバンって激突すると、ボンディングワイヤーがですね、なんか外れちゃったりするらしいんで、結構丁寧にやっていきます。で、セットし終わりました。ここのボタンを長押しすると、はい、プラズマの洗浄が始まります。このまま洗浄が終わるまでしばらく待ちます。プラズマでのクリーニングが終わりました。人間の目ではわからないんですけども、綺麗になってます。次はモールド風刺工程です。これは IC チップをエポキシ樹脂などで固めることで外部の環境から保護して耐久性や信頼性を持たせる役割があります。この黒いのがモールド材料のエポキシ樹脂です。このようにモールド材料で固めることでチップを物理的に守ることができますし、電気的な絶縁を確保することもできます。樹脂風刺のやり方には主にトランスファーモールドとコンプレッションモールドの2種類があります。今回の装置なんですけども、こちらはトランスファーモールドタイプです。金型の中にワイヤーボンディングまで完了しているチップ付きのリードフレームを入れます。金型を閉じてそこに熱で溶かした樹脂を注入していきます。材料にはこのようなペレットを使います。材料段階のモールドを見るのは珍しいので新鮮な印象を受けますね。加熱して溶けたペレットを加圧して、そしてリードフレームが収まっているところに流し込んでいきます。この動画ですと準備段階などいろいろ省いていますが、実際には理系剤を金型に塗ったりといった準備も必要になってきます。そしてモールドで固めたものがこちらです。実際の量産されているパワー半導体もこれと同じトランスファーモールド方式で作られています。次はレーザー刻印です。パワー半導体をよく見てみると表面に型番とかメーカーの刻印がありますよね。あれはレーザーを使って刻印しています。量産製品の場合はこのタイミングでやりますし、試作品の場合はこれをバラバラにした後にやる場合もあります。今回はですね、1鍵×シーマ電子のような形で彫りました。次はダイバーカット工程です。ここまで来ればもうあと一歩です。これはですね、リードフレームの余計な部分をカットするための工程です。こちらの油圧マシンを使ってカットをしていきます。こんな感じで金型のところに入れてカットをしていきます。そしてカット後のものがこちらです。皆さんがよく見かけるパワー半導体の形になりました。この後はいろいろな検査工程を実施していきます。量産品の場合についての話ですが、主に外観検査と電気検査をしていきます。まず外観検査は外観に不備がないかを見ていきます。車載関係であったり外観に厳しいお客様の場合は全数検査をします。民生品なんかは抜き取り検査で済ませることもあります。電気検査は半導体がしっかりと動作しているかを見ていきます。こちらは民生品であっても全数検査を行います。ぶどまりの話なんですけども、パワー半導体の後工程のぶどまり自体はかなり良くて 90% 台後半、ほぼ 100% に近いくらいです。というわけで今日はパワー半導体の後工程が一体どのようになっているのかを見てきました。量産品の工場と違ってかなりオープンに見ることができたかと思います。シーマ電子に興味のある方やパワー半導体の前工程について興味のある方は概要欄にリンクが貼ってあるのでそちらをぜひ見てください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。最後に一件からお知らせです。今回こういった工場見学をしてきたのですが、自社の工場を紹介してほしいとか、人材採用の関係で職場体験動画を作ってほしいという要望が最近多くなってきています。一見としてもそういった動画の制作は大歓迎ですので、概要欄にある問い合わせフォームからぜひご連絡いただければと思います。ぜひお気軽にご連絡ください。